ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、激しい戦闘が続いているウクライナ東部戦線、ロシア軍の本格的な攻勢も始まっている段階において、その中でも際立って強烈な攻撃にさらされ続けているのがバフムトです。今回の動画では、バフムトにおけるウクライナ軍、これまではずっと守りに徹してきたわけですが、これまでとは少し違う動き、反撃を行っているという話が出ています。今回の動画ではバフムトにおけるウクライナ軍の反撃とともに、少し視点を上に上げて、ドンバス地方全体を見た場合において、バフムトの後方にあるウクライナ軍の陣容についての解説も行っていこうと思います。それでは、ウクライナ軍がどのような反撃を行っていると見られているのか、戦況マップを元にして状況を見ていきましょう。こちらは戦争研究所の発表している地図で赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です。そしてこちらが東部戦線を拡大したものです。緑で丸印が付けられているところが激しい戦闘が起こっている地域。一番北側ではクピャンスクを目指す攻撃、そしてその南においてはクレミンナからリマンを目指すロシア軍の動き、そして中段においてはバフムトにおける周辺において激しい戦いが起こっています。そしてこちらがバフムトの北側を表している地図です。以前から解説を行っていますが、ロシア軍はバフムトの町を半年以上攻め立ててはいますが、未だに町それ自体を攻略することはできていません。そのためロシア軍は町の北側、南側を攻めることによって町の後方に回ろうとしています。そして今回ウクライナ軍が反撃を行うことによって黒く丸をつけた部分、この部分がロシア軍の突出部分であることから包囲殲滅を図っているという話が出ています。ロシア軍としては町の北側を迂回してそのまま背後に回ろうとしているためにどうしても突出せざるを得なかったというわけです。しかしここで一つ問題があります。反撃をするということはそれだけ守りもどうしても手薄になってしまいます。ウクライナ軍としてはこうした反撃作戦を行うにあたって事前の準備を仕掛けています。バフムトの町の西側には丸1と丸2に貯水池のようなところがあります。この丸1の部分について堰を切ってロシア軍との間に緩衝地帯となる灌水域を設けたようです。こちらは Google マップの衛星から見たバフムトの町です。町の西側、マウスカーソルの示しているあたりに貯水池があります。こちらの貯水池の画面上側の方の堰を切ることによって下流域の耕作地に水を流し込んだというわけです。Google マップによる現地の写真がこちら。写真撮影は2021年ということですが、現在でもその姿はあまり変わってはいないでしょう。ウクライナ軍がこのように耕作地を水浸しにした理由というのは2つのことが考えられます。まず第一に水浸しになっているということは重量のある軍用車両ではドロドロの中を走ることがちょっと難しいですし、また歩兵が突撃する際にも水で濡れればあっという間に体温が低下し戦うどころではありません。そして水が流れ込むということはそこにある塹壕が水浸しになって使えないということです。突撃をしようとしても障害物がなく、また塹壕で身を隠すということもできなくなれば、ロシア軍はこの冠水地域の後ろへと下がらざるを得ません。つまり、東側に対する警戒を少し落として兵士をある程度反撃作戦に動員することができるわけです。そのため黒の矢印で示した2つの反撃戦によって、ロシア軍の突出部をまるっと包囲しようというわけです。なお、このように耕作地帯を水浸しにしてしまうことによって農地として使えなくなるじゃないかというふうに考える方もおられるでしょう。それは残念ながら今は戦時であることを考えると大きな問題とはなりません。というのも、こちらの映像は現在のバフムトの街を撮影した映像です。半年以上にわたってロシア軍による攻撃を受けており、ほとんどの住居は何かしらの攻撃を受けています。ですから、今すぐロシア軍がたとえ撤退したとしても、農地にどうこうするといった話よりも以前に、そもそも住民が町に戻ってくることすら非常に困難な状況なのです。ですから、ロシア軍の足を止めるために農地を水浸しにするという行為も、今はできる策をすべて打つという意味においては非常に有効な作戦の一つなのです。バフムトの町における反撃作戦、その反撃作戦の下準備として、貯水池の水を使うことによって、下流域を水浸しにすることによって、ロシア軍に対する防壁とした。そのようにしてウクライナ軍が反撃しようとしているぞという話だったわけですが、ここ最近のゼレンスキー大統領の話として、バフムトの町を守ることについては、なるべく細心の注意を払っているものの、
しかし、包囲されるようなことはないようにという具合にして、状況によってはバフムトからの撤退も十分あり得るという話をしています。なぜそのような話をしているかといえば、バフムトより後方の町においては、もっともっと要塞化が進められた拠点というものがあるからです。それがクラマトルシクとスロビャンスクです。この2つの町はもともと、ある程度前線が打ち破られたとしても何としてもこの地点において、ロシア軍の攻勢を受け止めようと考えられて要塞化が進められてきた地域です。現在地図において水色になっている部分、リマン。以前であればロシア軍がリマン、イジューム、この2つの地点を抑えて、北側から南へと圧力を加えて、スロビャンスクやクロマトルシクに対する進軍を考えていました。この時南からの突き上げとともに、南北で挟み込むことによって、ロシア軍はドンバス地方全体を制圧しようと考えていたわけです。ですから、現在バフムトにおいて非常に激しい抵抗を示しているウクライナ軍ですが、ロシア軍の前には次から次と要塞都市が待ち受けるようなことになっています。ただ、できればバフムトの町を守りきって、要塞都市スロビャンスクやクラマトルシクが激しい攻撃にさらされることがない方が、ウクライナにとっては良いことです。川の氾濫を人工的に起こすことによって、防御陣地を人工的に作り出すというアイデアは非常に良いものだと思います。もちろんこれによって工作地域が使えなくなるといった問題はあるわけですが、映像でご覧のように現在のバフムトやその周辺の状況というのは戦後どうするかを今考えるような状況では全くありません。住居も全て吹き飛ばされているような状況ですし、農地も激しい砲撃が長期間続くことによって大量の不発弾が埋まっているような状況です。ですから、後のことを今考えるような時期では全くないわけです。ですから、今回ご紹介したように、ある程度守りを自然条件に任せることによって、攻勢のための人員をひねり出したというアイデアは見事だと言えるでしょう。ただし、この包囲作戦がうまくいくかどうかというのは残念ながらやってみなければわからないものですから、その結果が出てくるまでには少し時間がかかるでしょう。また、戦場においてどれだけの被害が出たかという話は残念ながらすぐには出てこないものです。例えば以前の動画でご紹介したブフレダルに対するロシア軍の攻勢、この攻勢においては、ウクライナ軍の激しい反撃にあって、ロシア側の海兵旅団4000から5000人程度の部隊が壊滅したと言われています。しかし、この話も当初、部隊が壊滅しただろうと言われてから実際のニュースとして報じられるまでには2、3日の時間差がありました。その間、本当かなと様々なところからの検証があった上で報道される、このように時間差というものがどうしても発生してしまいます。ですから今回の包囲作戦というのもうまくいかなければそもそも報道に出てくることもないでしょうし、成功したとしてもそれを検証するために時間差はどうしても発生するものです。そして現在ウクライナ軍がバフムトにおいて行っている作戦というのが地対戦術です。地対戦術というのは攻めかかってくるロシア軍に対してこれ以上前に進めさせないという時間稼ぎを全力で行うことです。守りきれればもちろんそれが最上なわけですが、たとえ守りきれなかったとしても、今回ご紹介したように、バフムトの後方にはすでに要塞都市が築かれている状態です。ですから、どこかの段階で、これはもう危険な状態だな、このままだと部隊が包囲されてしまう、町そのものから脱出することが不可能になってしまうというその直前において、なんとか部隊全体で町を脱出する必要があります。ウクライナ軍のしていることというのは決して玉砕するための抵抗ではないわけです。これは例えば以前の話ではありますが、セベロドネツクやリシチャンシクといった東部における重要拠点、この辺りの町を守る際にもウクライナ軍は最後の最後まで抵抗はしましたが、最終的には撤退をすることによって逃れています。ですからバフムトにおける戦いというのも地対戦術を基本としてロシア軍を足止めする。そして足止めをする上において町が包囲されないようにロシア軍に対する反撃作戦も今回行われようとしているわけです。そしてここでもう一つポイントがあります。それは全体と部分は違うということです。先ほども述べたようにバフムトの後方にはすでに要塞都市が築かれている状態です。ですから、たとえバフムトにおいてウクライナ軍が撤退したとしても、戦線全体は秩序だって守られるわけなので、決して戦い全体が終局するわけではありません。皆さんにご紹介する戦況マップも国全体で見た場合においてはほとんど動いていないというのが現実です。つまりそれだけロシア軍の本格的な攻勢によってウクライナ軍を大きく
押し戻すことができていないわけです。このあたりロシア軍の攻勢が失敗する確率というものが少し高まってきたなと私は思います。もちろんこれまで何度ともなく皆さんに解説してきましたが、決してロシア軍を侮ってはいけません。どれだけ多くの兵士が亡くなるようなずさんな攻撃であったとしても、しかし同時に攻撃することによってウクライナ軍の兵士も亡くなり消耗するのです。プーチン大統領の考え方としては、たとえ人海戦術で多くの兵士が亡くなったとしても、そもそもウクライナとロシアにおいては人口が数倍違うわけだから、消耗戦に持ち込めば最後に残るのは自分だという考えがあるはずです。拙い攻撃によって多くの兵士が亡くなるようなことが連続していたとしても、常にウクライナ軍にとってはそれ自体が弾薬の激しい消費や、また攻撃によってウクライナの兵士も亡くなるということを忘れてはなりません。まあ何にしてもバフムトの町はこれまで南側北側で徐々に陣地が削られて町に対する補給路がどんどんと危険な状況になってきていました。ですから今回の反撃作戦によって少しでも状況を緩和することができれば、地対戦術の成功によって欧米から供与された兵器が届けば、いよいよもってどこかの地域において反撃作戦が実行され、それに伴ってロシア軍がバフムトに対してかまけている時間がなくなるということも十分考えられるわけです。というわけで今回の動画はここまで。東部戦線で激しい戦いが起こっていますが、特にバフムトにおいては反撃作戦が行われるという少しこれまでとは違った展開が発生しています。戦局全体に対する影響はほとんどないとは思いますが、少しでもウクライナ軍の反撃がうまくいってロシア軍を押しとどめてほしいものです。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。また動画投稿だけではなく Twitter では様々なニュースについての一言コメントをつけて皆さんに情報発信しているので、ぜひともそちらのアカウントもフォローをよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。